皆様、こんにちは。こんにちは。大阪府東大阪市にございます、河内の国一宮の平岡神社様より、中東宮司様と、そして私、浜野で配信を届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は、12月23日、午前10時より、平岡神社様、毎年行われております、お笑い神事が執り行われました。早速ですけれども、お笑い神事とはどういったご神事になりますでしょうか？これね、今朝は、マスクをつけて、平岡神社はね、で、特別に作った分だけど、これで笑ったということね。希望の方はまだたくさんありますので。よろしくお願いいたします。よし。紹介だけでこれ撮りましょうかね。はい。はい。お笑い神事はね、神代の昔に始まるわけですよね。日本の文化はすべて神話から繋がってるから神話を読まないといけない。そして、その神話の中に、天の岩戸開きがあると。で、スサノオノミコトの乱暴狼藉によって、たまりかねて、天照大神様が岩戸に隠れられたと。で、それで、今まで光があって当たり前と思っとったのが、なくなってしまってどうしようもないということが初めてわかるわけですね。もう一度お出ましいただきたいということで、この祭りを行う。感謝と祈りを捧げる。そして感謝と喜びの雨のうずめの御事が舞を舞う。そして神々が感謝と喜びのを笑いでもって表現するわけですな。そうすると、天照大神様がお出ましになった。お出ましになった。はい。もう、中へ二度と入らないでくださいと言って、しめ縄を張ったのがしめ縄の起源なんだと。こういうふうに神話には書いてあるわけです。その再現なんですね。はい。もう立派なしめ縄がですね、かかっていました。で、毎年、このしめ縄も、不用品なんですよね。そうですか。日本人はものすごく、知恵があってね。すべてのものを使い切るという。素晴らしい。簡単に捨てないと。はい。お米を食べると不用品である藁がある。藁をね、藁地とか、藁草履とか、このしめ縄、あるいは縄を作って、徹底的に使いこなすわけですね。すべてをもう使い切る。そうそう。それが日本人の知恵なんですね。例えば、糞尿、我々の大の便り、小の便りでも、あれも捨てないで穴を掘って、貯めておく。そうすると発酵して、それが肥料になって農作物に使ってきたわけですね。もう美味しいお野菜がね、たくさんできます。そうですわね。そのように日本人の知恵が詰まってるわけですね。素晴らしいですね。そう。この、日本人の知恵は山のように、あるわけであってね。一世のお医者さんのかやぶき、あれは貴重なもんですけどね、全国の火肌ぶき、あれも貴重ですけども、実は太古の昔は不用品ですわ。たくさんあったんですね。もう、かやは全国に雑草と一緒に何ぼでもある。雑草と一緒ですか？一緒ですわ。で、それをほかさないで屋根に使ってるだけですわ。ヒノキでも太ってきたら皮が剥がれていく。それを捨てないで屋根に使ってきただけ。そういう職人がいなくなってきて、この貴重品になってきたけどね。だから、何でもね、捨てないで使い切って、最後には使えなくなったら土に返して、土の肥料にすると。今とえらい違いなんですね。今なんても捨ててゴミの山になってるわけですね。今ね、SDGs とかね、大自然とか恵みとかをもう循環でね、使い切ってまた蘇らしていくということを大事にしようっていうね、働きがありますけれども。このコロナを勉強したら、そういうことがわかるわけですよ。微生物なんだ。この世は微生物によって生かされてるんだ。微生物がいなかったら、枯葉は山のようになって生物は住めないんだと。それを分解してくれる目に見えない微生物がそれを分解してくれるから我々生きれるわけであってね。この体も皆そうですよ。微生物の
腸内細菌もね、微生物だし、微生物がいなかったら我々は生きれないと。それに感謝しないといけないけども、目に見えないもん今感謝しないの。目に見えるものだけを信じるんだという、実に唯物的な世の中になってるからね。唯物的で、経済、金とものだけやで。これは一番大事やけども、それ 100% それで言ったらマイナスも大きいわけやね。そうですね。今一度ね、日本の大切にしてきた、その大循環であったりとかですね、感謝の心であったりです。目に見えない世界を大切に思う心とかをですね、ぜひ伝えていきたいなと思っております。これからね、量子の世界ね、量子コンピューターまで言われ出してね、量子の世界になってきたらもうそういう見えないことがどんどん理解されてくるわけですね。この世の中は体の中も自然もみんな見えないそういう不思議な存在の調和によって生かされてるということがね、分かってくるわけね、これから。なるほど。じゃあ、ちょっと、画面の向こうの皆様が今日のお笑い神事どうだったかなって、気になさっている方もいらっしゃいますからですね。ちょっと今ずっとね、その話に戻しまして。いや、今日は実はね、このいつも数千人来られてるからね、1000人以上来たらどうしようかな、どう差を開けるかなと思って。こちらです。さっぱりなんですよ、今日は。でもね、ありがたいことにね、100名ぐらいの方がお越しくださいまして、ありがたいと思います。数百名の方見えてるけどね、まさかこんな少ないとはね、それだけ世の中がね、もうコロナに怯えてるということだよね。なのでこうやってね、オンラインでちょっと皆様と共に元気な力をですね、生み出してまいりたいと思います。いやいや、今日はね、この分散してね、ちゃんとね、ソーシャルディスタンスを取りまして、先ほど皆様にお見せしたマスクも、笑いのマスクも出しまして、取り行われております。これは新しくね、付け替えた、しめ縄を払いしてるところですね。で、うちのは変わっておって、あれ、しめ縄、形面白いでしょ。そうですね。なんかいろいろありますけど、違いますよね。揚げ巻き結びと言っとってね。揚げ巻き結び。いろんな結び方あるんですよね。その一つ、揚げ巻き結びが昔から、ここの特徴なんですね。どなたがお作りになるんですか？これは今並んでる総代たちがね、こう作ってくれてるんですよ。しめ縄を作れる人ももう今いなくなりましたね。昔は、江戸末期までは 90% が農業でしょ。農作業してるものはみんなしめ縄を作れたわけですね。今、農作業に励む人少ないから、しめ縄を作れる人が少なくなってきてるから、もう大変なんですね、これを維持するのがね。そうですね。作り方もわからなくなってきてる。で、ここで、感謝の笑いを。人数が少ないから。あとね、小さい声で、心で大きな声で、笑ってくださいっていうお言葉がございましたので、皆さん、ちょっと控えめに、笑いをさせていただいております。だから心の中ではすごい皆さんも思いっきり、あははって、感謝の笑いをですね、していたと思います。今年は寂しくなったけどもね。そうですね。でも、もともとは、そうなの。神社の。もともとはね、この総大さんと神将だけで20数名で笑っとったんですよ。過去はですね。で、私がここへ入って12年目ですけども、2年前は、一般参加型にやろうということでね。もうね、今のような人数、200名ぐらい来られたんですね。1回目は。で、2回目は、2年目は500名。3年目は1000名。で、今、3、4000名来るようになってね。
多くの方にね、お越しいただきまして、本当にもう、普段はですね、またね、後ほど動画もぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、もう、ぎゅうぎゅうでですね、皆さん、密になりながらも、大調和で感謝の笑いをいたしております。今回はですね、もう中東宮司様が大切なお話をしてくださっておりますので、はい、今日は天満宮に関係してる外国人もね、来られてますよね。そうですか。この頃外国人も多くなってきてるんですけどね。はい。ありがたいことですね。もう世界に広まる、平岡神社のそうなんですよね。お笑い神事ということで。そうですわ。今、邪気を払うのに笑いが邪気払いの邪気のお払いの話をしてくださっている動画が今流れております。3回笑うのが真理だから、こういう状況になったわけですね。いや、今日は皆さんね、きちんと巫女たちはね、巫女研修を受けた方でね、もうお笑いのベテランなんですわ。そうですか。20分、30分、1時間でも笑える人なんですわ。また、巫女研修もですね、いろんな方にお越しいただけるんですよね。もう年齢不問ですからね。はい。もう全国からこの頃、北海道からね、夜行バスで飛行機で来たりね。夜行バス。もう東京から夜行バスで来たりね、この頃は全国的なあれで、受けに来られるんですよ。そうですか。で、このね、礼儀作法とか日本の文化をお話ししたりね、笑いの実践をしたり、そんな中で20分、30分、1時間も笑うわけですね。お掃除したり。それから、祝詞をあげたり、瞑想したりね。そうやって一日神域で過ごすわけですよ。そういう方がもう千数百人おられる。いらっしゃるんですね。それがこの笑いの神事の時にボランティアに来られるわけですね。先ほどね、お召しになって皆さん笑ってくださってましたけど。そうですわ。そういう方がいなかったらね、普段数千名の人を裁けませんわね。そうですね。もうありがたい存在でね。ぜひね、巫女研修にご興味のある方はですね、平岡神社様のホームページを見ていただきますとございます。今年はね、3月からもうコロナで中止しましたけどね、来年は1月からずっとね、密を避けてね、感染しないように考えて、毎月いたしますのでね、もう年齢は今まで最高の方は90歳の方が受けてますしね。で、日の袴を履くとね、もう10歳、20歳若く見えるんですよ。素敵なね。ものすごい素敵でね。で、初めはコスプレのつもりで来るんだけども、着てみたらなんとえらい違うわ、ということでね、深みにはまってしまっていくわけでね。清らかにすがすがしく。そうなんですね。私も初級を受講しておりまして、中東宮司、直々にですね、お話を賜りまして、そしてお辞儀の仕方もですね、伝授いただきまして。お母さんもね、受けられたね。母は最上級で、受講しておりまして、すごい笑いの、上手なんです、母が。ぜひ、最終ね、エンディングではもう皆さんからいただいた笑いの動画も配信させていただきたいと思いますので、ぜひお楽しみください。いや、笑うというのはね、やっぱり、腹に力が入るんですね。真っ裸なって笑ってごらん。もうお腹がへっこんだり膨らんだりしてね。それだけ腹の力がものすごく、筋肉を使ってるわけね。三段腹は二段腹やし。いいですね。だから、もう体のためにはものすごくいいんですよね。そうですよね。なんか元気になりますね。そうそう。もう確かに元気になるんですわ。ほんで、笑うというのは免疫力がね、高まるとかね、言われて、そして朝も言ったんですけども、笑うと、やっぱし、酸素が全身に行き渡る。そうすると、全身の細胞に、宿ってるミトコンドリアが、ミトコンドリアは、酸素が入ってきたらエネルギーを出してくれるわけですよ。そうですか。だから酸素を送ってあげなあかん。ね、体に。
あ、これは去年のかね。そうですかね。なんかね、お笑い神事の後に、そうそうそう。イベントもされて。そう、一日中ね、はい、こういう参加者がいてね、はい、みんな楽しまれるわけですね。20分笑った後ね。そうですね。で、食事もできるしね。はい。お笑いのね、笑福汁をいつもありまして。笑福汁をね、寒い時やからね、あったかいものを出したいということでね、安心安全なね、農薬を使ってない、添加物も何も使ってない、安心安全なね、その野菜をうまく炊いてくれるわけですよ。そうですね。で、神様にお供えをされた。そうそうそう。はい。野菜ということで。だから、それをいただいてね。はい。自己委員会の方がもう愛情いっぱいでですね。はい。もう事前にね、ずっと準備を重ねていただきまして、もう本当に美味しいですね。そう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 。美味しいですよ。それでいろんな食べ物がね、境内に出てましてね。はい。大勢が食べながら、いろいろ楽しまれる。楽しんでください。一日楽しまれるわけですね。はい。これからあと出てくると思うんやけど、夜のね、神事もあるしね。神事もありますし。できましたらね、過去の動画でですね、本来であればやっぱりマスクなしでですね、皆さんがどれだけでこう密になりながらも感謝のね、祈りの笑いをしてたかっていうのもお届けしたいなと思うんですけれども、はい。ぜひね、こちらですね、過去の今までのですね、はい、動画でございます。これは、薬師の山田法院さんも来られてね、はい、今、長老ですけども、その山田法院さんは紀元2600年生まれやから、今80歳なんです。ああ、そうです。私が79歳なんです。今年が近いですね。一つ違いなんですよ。こういうふうにね、普段はね、もう本当に多くの方にお越しいただきまして。そう、もうごった返してね。はい、20分間ですね、笑い続けるという。20分間笑うとね、もう寒い時でもね、ほっかほかしてくるんですね。やっぱそれだけ細胞がエネルギーを出してくれてね、あったかくなってくる。体にいいわけですよね。体にいいですね。はい。20分間笑えるのってね、思われる方もいらっしゃると思うんですけれども。だいたいね、初めての人はね、5分笑ってるともうしんどくてね。だから5分はしんどいんだけど、それを過ぎたらね、どんどん元気になってきてね、なんぼでも笑えるようなの。そうですよね。で、近年はね、こんな20分なんか、初めは20分なんか笑えないって言ってるもんがね、もう20分だったらもっと笑えるアンコールとかでね、そういう声が出るほどね、そういう元気が出てくるんですね。そうです。いいですね。あっはっはと笑うんですよね。そう。わっはっはとわで笑うのと、あーで笑うのとあるわけですね。あーとはと、音の意味があってね。日本人は、漢字が入ってくるまでは、音で意思疎通をしとったっけ。ワン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 ってこう言うたら、こいつ怒っとるわけで、ワン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 って喜んどるなとか、そういうふうに音で意思疎通をしとった。だから、あーというのは、天の神様をあーで表現した。で、地の神様をわーで表現した。で、こちらでは、天の神様の、生み出す力。あは天の神様。はという音の意味は、生み出す力をはで表現した。腹というでしょ。生み出す力がたくさんあるところ。女性は腹から子供を生み出すから、生み出す力が男性よりも多いから、はと2つつくわけね。はと。そういうふうにみんな意味があって、だから天の生み出す力で、で笑うと、どんどん元気が出てくる。でね、元気が出てきますね。もう神様の力を生み出していく。作っていく。こんな、男性はもう、どこでもない、何の力もない。そんなこともないですよ。世の男性はみんな、もうね、女性に虐げられて弱い存在あるけど。そんなことないです。
ところ、男性はね、はい。狩りをして、はい。で、獲物を取ってきて、ありがたい。でね、はい。命を養う意味があってね、はい命を生み出すのが、それを血で表現してる。血で。血。はい。ほな、血液も血でしょ、はい命を養ってる。女性のおっぱいのお乳もはい血、命を養う。はい。だからその命を養う力が男性は大きいから、父。父。生み出す力、はあはあというふうに、言葉が生まれるわけね。日本は深いですね。深いですよ。いろんな意味がありまして。大和言葉って言うんですか？大和言葉なの。はい。大和言葉を外国人が勉強して、なんとすごいことやと。大和言葉、万葉集450首は、いや、4500首は、はい、この大和言葉で歌われてると。はい。これはすごいわーと言って、外国人が絶賛してんの。はい。なのに今の日本人は幼少の時から英語を習うそう。日本の文化がどんどんなくなっていく、ね。そうですね。ぜひね、大和言葉もね、日本人の方に知っていただけたらね。大和言葉だけでもね、素晴らしいですよ。はい。朝。はい。朝日とかね、夕日とかね。夕日。なんで手を合わせてきたの？はい。なんでですか？あれはみんな農耕民族だから朝日がないと、育たないでしょ？そうですね。朝というのは神聖なという意味。みんな神社行ったらお祓いしてくれるでしょ？していただきます。あれは何がついてんの？白いのは夕というの。はい。それからそれを束ねてある黄色い繊維は朝というの。朝。すなわちどっちも神聖な役割ね。はい。その神聖なもので邪悪なものを払ったわけ。はい。朝とか夕というのは神聖を表すわけ。なるほど。で、日というのは神様の御霊を火で表現したわけ。光。美しい光。ね、この中に神さんが宿ってるわ、いうことで、光。これを宿ってるという意味なの。火が宿ってるから光なの。神様の光を。そう。だから光ということは神様の御霊が宿ってるという意味なの。本当にありがたいです。だから太陽が出てくると、神聖な神様の御霊。それで、朝日と言って手を合わせてきた。ほんで、神聖な神様の御霊、夕日と言って手を合わせてきたわけ。そうですか。みんな大和言葉ね。はい。はい。かしこまりました。ありがとうございます。夜の部のね、動画もあると思うんですけれども、はい。いや、夜の部はね、もう4年ほど前からね、天の岩戸開きを再現しよう。今これなんですわ。はい。これはね、神話に習ってね、雨の声の御子様が祈りを捧げられた、美しい祝詞をあげた。だから私が、祝詞を今あげてるところ。で、それであげると、次は神話に、のっとってですね、雨のうずめの御事が踊るわけ。次に踊りが出てくるわけ。踊りが。そうそう。だから、5時からですね、神話の再現をしてるわけ。はい。でも4回ほどしたけども、この夜の天の岩戸開きが、これは素晴らしいとこの頃、評判を受けてるわけですわ。神話の再現でね。はい。で、雨のうずめの御事の踊りがあり、やがて、天照大神様が出てくるというね。はい、でみんなで、神話の中で、みんなが喜びの笑いを捧げたら、天照大神様が出てくるというのね。はい。これ今、祝詞が終わって、次、キリロラというね、素晴らしいダンサーが出てくるわけですわ。そうですか。雨のうずめ様の。雨のうずめの御事になってね。はい、美しい神様に。この、太鼓の伝でね。はい。和太鼓の。そう。八尾にある和太鼓国部というね、素晴らしい外国にも行って、演奏を数々こなしてる、その太鼓に合わせてね、キリロラという女性が踊られるわけですね。
で、古事記の中では、神々様がその踊りを見ているっていうことですよね。そうそうそう。そうなの。だから、ここでは、我々、参列者が神々になってるわけね。はい。うん。皆さんで。そうそう。この後、みんなで笑うわけね。はい。黒い幕の後ろには、天照大神様が、そうそう。お隠れになっているという。榊を持って、右手にはマコモを持ってね、こう踊る。マコモも神聖な植物でね、はい、空気や水を浄化するものでよく神事に使うわけね。はい。本当はね、もう寒い中なんですけれども、このお姿で踊ってくださってるってやっぱり一生懸命踊っとったら汗出てくるでしょうね。はい、で、みんなで、はいはい。で、ここで、神話の鳥、踊りがあって、今度はみんなで笑うわけですね。はい。3回、私が先導しますのでね、3回笑うと。はい。と、岩戸が開くと。そう。ねえ、巫女研修を受けた、はい、方々がずーっと音楽に合わせて階段を一歩一歩降りて来られる。はい、幻想的ですね。皆様ね、もう練習を積み重ねて、くださっておりますので。正面の階段は45段ありましてね。はい、これをね、しんどい、エスカレーターにあったらどうやねんとか、そういう人もおるけどね。境内は坂、ちょっと坂になっておる。この坂もしんどいな、石段もしんどいな。考えてみたら、こういう石段があり、坂があり、これがリハビリになるわけやね。いいですね。病院行ったら室内で、で自転車をこいだりね、いろいろリハビリやってるけど、ここ神さん参りを毎日やっとったら自然にリハビリを繰り返して元気になっていくわけね。そうです。体も心も元気になっていく。そうなの。だから神さん参りはね、してる人がたくさんおるわね。そういう人たちは元気やわね。毎日お参りに。そうそう。ね、心も豊かになるしね、体は元気になるし、こんな幸せなことはないんですよね。ただどっかをずっとぶらーっと歩くだけと違って、神様にお参りをするのをウォーキングのね、習慣にしてるというのはもう、これは実に素晴らしいことだね。そうですね。私たちね、やっぱり今回の新型コロナウイルスで、大切なことに気づかせていただけると思うんですけど、大自然の恵みをいただいて生かされて生きているっていう、ことがすごい感じますし。そうなの。はい。そうなの。今ね、日本の国は豊かすぎて、感謝がないの。未開地へ行ったらね、あるいはもうね、あれはった土地行ったらね、いかに素晴らしいか。今、天照大神さんがずっと階段を降りてこられましたね。美しいです。愛花さんという方がね、素晴らしい歌を歌いながらね、これも1年目は正面の競り舞台はなくって階段だけだったんですよね。はい。で、ちょっと進化させて、前に舞台を設けてね、前へ出てくると。はい。
もうね、立体的に、あこの鳥居のね、ちょっと向こう側からでも、お姿を拝見できる。素晴らしい歌声ですね。そうそう。はい、ありがとうございます。で、これで皆さんもお笑い神事を執り行うわけでございますね。で、最後に、天照三神さんがお出ましいただいたからみんな喜びのね、はい。喜びの笑いを、笑いを夜は10分間バーっと笑い合うわけです。10分間で。そう朝は20分。そうやってね、笑いは払いであり、笑いは感謝のでもあるわけね。はい。感謝をしないといけない。感謝をしないと長いこと笑えないね。感謝をする場でもあるわけですよ。はい。それが必要なんですね。この頃何でも当たり前という不平不満が出てくる。違うんですよ。生かされてることがいかにありがたいか嬉しいかいうことをね、子供たちに教えていかないといけないね。そうですね。それがないの。もう息ができるだけで、目が覚めるだけで、そうなの。ありがたいというね。そう。目が覚めたらこれどこやの全然わからんわって、いずれそんな時代来るわけ。だから、また目覚めた。新しい一日を迎えさせてもらったありがたいなーってこうならないとね。そうですね。今マスクですけどね、やっぱマスクない時がいかにね、そうこうもう新鮮な空気をどれだけ吸えてたかっていうね。だからこの笑いの神事はね、私の一つの目的は、感謝する心をね、広めたいというのが一つの目的。そして笑いは調和なんですね。払いでもあり調和なんですよ。大調和していく。だから人々が和合して調和して世界が調和して平和になるようにという祈りがこの笑いの神事なんですよ。じゃあもう平和の祈りの神事ということですね。そうなの。そうなの。だからね、テレビでわははって何もないのに勝手に20分間笑ってる関西はおかしいなという人がおるんだけども、ただそんなおかしく笑ってるんではなくって、やっぱり感謝と大調和、平和の祈りということでこれをしてるんだと。大きな目標があるわけ。そうですね。それを知ってもらいたいわけね。今ちょっとね、皆さんね、やっぱりね、悲しい情報とかがね、得る中で、やっぱりこうね、そう。感謝とか祈りとかね、こう皆さんと共にすることでですね、もう世界中の人たちとやっぱりそういうね、大調和していきたいなと思いますよね。ね、宮司様。我々はね、目に見えないものと生かされてる、神さんご先祖様と共に生かされてる。だから我々が悲しんどったらご先祖様も悲しむわけね。だから喜びの笑いがあったら、神様もご先祖様を喜んでね、幸せを与えてくれるわけ。笑いましょう。ほんと。今朝は笑えなかったので、一生懸命笑った。もう今朝はですね、本当に先ほどの映像もね、お伝えさせていただきましたけども、あはは3回笑わせていただきまして。で、宮司様今日はですね、生配信ということで、皆さんからいろいろ中東宮司に質問事項とかですね、なんか感想とかいただいておりますので、ぜひご紹介させていただきたいと思います。では、まず、貴重な一つ目。よろしいでしょうか。お笑い神事はいつ頃から始まりましたか？まあね、それは日本列島に民族がやってきたのは38,000年前からね。だから、縄文時代からみんな自然と共に生きておった、縄文時代から笑いがあったと思うわけやけども、平岡神社が笑いの神事をやるようになったのはいつかわかりません。だから、いつかわからない古い時代から、笑いの神事が行われとったということだけでね。だけども、我々の民族は縄文時代からみんな、笑ってきたと思うんですよ。そうですね。だから、神話に、笑いが出てくるわけですよ。世界でこんな、
古事記、日本の神話に笑いが出てくるのありませんよ。ほら。そうですよね。まあ、だから日本人は、笑顔が得意なんですね。はい。その笑顔は赤ちゃんにならなあかんわけです。はい、赤子の笑い、神笑いと言ってね。はいね、もう赤ちゃんの笑顔はね、もう自然にみんなを笑顔にします。そうそうそう。あれに見習わないかいけない。赤ちゃんの笑いは無心の笑いなんです。無心にならないといけない。何事もすべて欲得とか我欲が出たらもう失敗するんだけども、無欲になって一生懸命になった時に成功するわけですよね。それも相手のことを他のためにというふうにね、そういう公のことを思えたらいいですね。素晴らしいお心ですね。ということで、何年かはわからないですけども、何千年と昔から執り行われているご神事を毎年行ってまいりまして、で、中東宮司が平岡神さん様に来た時にですね、本当はもう神社の皆様のみでされてたことがですね、やっぱりこの大感謝の大調和をね、生み出していくっていうことで、12年前から、はい。そう。私たち、皆さんと共に、お笑い神事がございまして、普段は3000人以上の方がお越しになってくださっているという、ご神事でございます。はい。オリンピックでもね、この、笑いをね、世界で共有したいと、野村萬斎さんが、言ってくれたんですよ、去年。ぜひしたいです。で、我々が、関係者がね、ぜひ、日本は神の国だから神話を、神楽とかね、あるいは笑いをね、やってほしいというのを要望に行ったことあってね。はい。で、それを野村萬斎さんが受けて、閉会式の時には、笑いを世界で共有したいという発言されたんですよ。はい。だから、コロナがなかったら、笑いをね、やって、実現できる、来年どうなんですかね。その時にはね、笑いの時には、その時には、平岡の宮司さんが、はい。笑ってくださいとか、要望に行った人は言うとったけどね。ぜひもうお腹の中からですね、もう、あははと中東宮司からお聞きしたいと思います。はい。では、もう引き続き、もう宮司様のお話は分かりやすいですっていうコメントをいただいております。で、そうですね、平岡神社様の歴史をお話ししていただきたいと思います。そう。もういつもそういうこと今日も挨拶終わってね、後で、しまったななんでこんな大事なことを言わなかったのかというのはね、反省しとって、ほいで、このオンラインのとこで言おうと思って忘れとったんですよね。よかったです。そう。今年は、平岡神社にとってはもう、特別に喜びの年なんですよ。それは、7年前から大造営がね、行われておって、もう、痛みに痛んでおった御殿、痛みに傷んでおった境内や建物、いろんなところがダメになっておった。それを7年前に放産活動を開始して、そして今年出来上がった。だから御殿は美しくなってる、いろんな建物も蘇ってる、そんなめでたい時なんですね。だから、そういう特別な時に思いを込めて、喜びのね、みんなで笑いましょうってね。はい。そんな時にコロナでなかったら何千人でその喜びを表現できたんですよね。そのことを皆さんにお話しするのを忘れておってね。はい。多少来られてる人にでもね、今年は、造営ができた年ですよ。御殿を見て帰ってくださいよと言いたかったんですけどね。はい。で、第一期工事は御殿をはじめ終わったんですけども、第二期工事はこれから若宮をね、新しく建て替えていく。若宮は小さな、御殿なんですけども、350年前の江戸時代の絵図を見ると、本社の御本殿と同じ規模のものがね、御殿が建っておったわけですわ。はい。だからそれを再現するのが来年なんですわ。はい。もうすでに神様を仮御殿にお移しして、新しい御殿を建て替える。
そういう、それから、抹茶も新しいのを2社作ってね。で、4、5年、梅ウイルスで、平岡梅林が、はい絶滅しておったんですけども、それを来年は、植林をして、再来年、令和4年には全てが完成するという、ね、それに向かってまた進んでるわけですわ。そうですか。じゃあもう楽しみがもう増してますね。いやね、だから来年はね、来年は若宮も、はい、この日は、12月はできてるしね。はい、その特別なお笑いだから、そういうものをひっくるめてね、大いに笑いたいと思ってるんですかね。そうですね。もう、雨の小屋の御事様も、がね、祀られてますし。古事記に書かれている神々様が、平岡神社様にはお祭りされてますので。もう、八百万の神様がね、お祭りされてる。で、その大規工事の完成で、記念品として作ったのが、はい、この、扇子ですわね。この扇子、笑いの神事を書いてもらってるわけですわ。はい。お笑い神事。これをね、こう、部屋に飾るとかね、はい、夏はこうね、見ながら、はい、あはははと自分で笑ってね。はい。これ、末広がりという、末が広がってるめでたい印なんですね、扇というのは。末がだんだん広がっていく、めでたいということでね。だから、これ、扇のことを末広がりというんです。めでたい印ですね。はい。もう、笑顔がね、皆様の笑いのお顔が描かれておりますので、もう、服がいっぱいでございます。これ、ボタンを押したら、こっから、あっはっはっはって笑うようにやったら、よかったな。いや、それはもう自分で、あっはっは言います。いや、もう素晴らしい。締め縄もね、きちっと。そうそうそう。ぜひ皆さん。揚げ巻き結びでね。揚げ巻き結び。歌舞伎の中で、助六の相手役、女性が揚げ巻きというんです。そうなんでやったら、その女性の背中にこれが飾ってあるわけです。揚げ巻き結びが。はい。ほんで、揚げ巻きというわけですね。いろいろね、一つ一つに意味がございますし、なのでご神事にもやっぱ意味がありまして。はいはい。はい。だからね、古い日本の神事。日本の古い神事はもう過去のものと思ってるのと違って、過去のものが素晴らしい宝物を秘めてるわけですね。はい、でその1000年前には、例えば1000年前平安時代には色がいっぱいあったでしょ？そうですね。今の国でも12色とか34色とかそういう国があるけれども、はい、その1000年前に日本はもう何百種類を、染色しとったわけね。そうですね。やっぱり大自然のね、中にいますから、木の色とかでもね、緑とか色がね。そう。微妙に違う色がいっぱいあって、はい、で、重ねの装束で女性がデザインね、ファッションしたわけだからね。十二人絵とかですね。それが今、1000年前の研究したらね、色でものすごい人財産設けられるわけ。だから1000年前にはもう日本人の知恵がいっぱいあったわけね。そうですね。もう先ほど中東宮司からね、お話あります。百人一首にはですね、もう女性のね、美しい装束が書かれておりますので、それを見てもね、もういろんな色があります。いろんな歌がございます。そうね、百人一首でもこのもう意味が全然わからへんわね。昔の言葉はさっぱりわからん。今の言葉もわからんと言ってね。はい。もう英語ばっかりもうカタカナでばっかり言ってるけどね。日本語を一つ一つ勉強していったら、ものすごく奥深い文化があるということね。はい。それをこういう深い、神社にいると、いろんな深い文化がわかるわけね。例えば、広岡来たら森があるでしょ？生駒山の花森があります。山の一角ですわ。はい。この森へ誰が作ったんやんだ。我々の先人ですわ。我々の先人が、まず、縄文の木の文化を持った人たちがやってきて、木を植えていったわけです。だから、上空へ上がれば上がるほど森しか見えないんですよ。
その森があるから水が蓄えられる。その水によって我々は生かされているということね。だから我々は便利になって家庭で蛇口をひねったら水が出てくる。命の水が出てきても、あんまりにも、豊かすぎて感謝のかけらもないの。だけども、命の水が出てくるのは森ですよ。はい、その森を作ったのは我々の先人ですよ、ということをね。だから、平岡神社は水のコンコンと湧き出るところに、建物が作られて、はい、そこを永遠に破壊されないように、神社を作ってね、みんなが感謝の手を合わせてきたのが神社のお役目ですね。はい、働きですね。もうじゃあ神社に来ればいろんなことが教えていただけますし、そう体も元気になりますし。だから神社は、学校でもあるわけ。いろんなことが教えてくれる。はい、それから神社は病院でもある。癒される。神社はリハビリの場であると。はい、ね、そうやって、健康になっていく。はい、だから神社というのはね、ものすごい働きがあるわけね。はい。もう日本中にございますから、もう皆さんね、ちょっと心がね、ってなった時はね、神社に行くと。そう。だいたいね、私は春日大社に42年間おったけどね。はい、奈良県の春日大社でございます。そう、20年間ね、春日山原生林。原生林をずっと案内していったことがあったの。はい。その原生林を案内する。原生林には、水の湧き出るところに、神々を祀ってあるわけ。はい。で、そういう水がずっと流れて大和川へ行くわけ。大和川はワースト1とかワースト2言うでしょ。はい。いや、初めからこんな汚いのちゃうねんで、はい、この源流は、この神様のいる山なんですよ。はい、元は清らかな神様の水やったと。はい。ほんで、それを、我々の住んでる里に流れていくに従って、人の心の汚れとともに汚れていって、ワースト1とか言われるようになってるんやと。元は清らかな水なんですよということを知らせるために案内やっとったわけね。そういうことを知らないといけないわけね。そうですね。元はね、清らかだったら清らかなままでね、やっぱりね、従えていただきたいんですね。でも笑うとね、清らかになりますね。そう、ね、無心になるからね。よくとこもなくなってもらうから。赤ちゃんの心に、赤ちゃんの笑顔になります。そうやね。でですね、もう一問質問が来ておりますので、ご祭神の4柱について、4柱の由緒についてですね、教えていただきたいです。そう、これが大事なことはね。はい。そうです。一番大事なことで、主祭神の第一弾雨の小縁の御子様は、やっぱ神話を読むと、その天の岩戸開きの時に、感謝の祝詞と美しい祝詞と祈りを捧げた神様なんですよ。だから、祈るということが、みんな思いとか言葉というのはみんな形になるわけです。はい、だから、言霊というようにね、はい、言葉は形になっていく。生きてるんだよと。これが量子力学でこれからだんだん分かってくるんですよ。思ったことを話したことをみんな形になるんだ。その神様が雨の小屋の御子さんなんだと。それから天孫降臨の時に人魚の御子さんが下ってくる時に天照大神さんがよくおそばについてお守りをするようにと言われて天下ってきたのが同じく雨の小屋の御子さんだから、それからずっと天皇様が続いているから天皇様のおそばの都には必ず雨の小屋の御子様がお祭りされたわけですよ。だから天孫をはじめ日本国民をお守りする神様なんですね。はい、雨の小屋の御子様。はい、それから姫神様。はい、それがご夫婦の神様。この二柱の神様をお迎えしてできたのが春日大社やから、はい、元春日と言ってる。元春日。天下の名高い春日大社は1250数年の歴史やけども、ここは2600年の歴史がある。はい、ここの神様をお迎えしてできたのが、春日大社なんだから。だから、いかに、ここが、偉大かということがわかる。はい、それと、春日は、鹿島香取の神もお迎えしてるんで、ここにはそれがないんで、
逆に春日から、鹿島香取の神をお迎えして、夜柱になってるわけですね。だから、雨の小屋の御子様というのは、藤原氏のご先祖の神様であり、お祭りを主催した神様である。それから鹿島香取の神様は藤原氏が崇敬した神様である。この夜柱の神。神仏集合の時にはね、この第一殿の雨の小屋の御子様は地蔵菩薩として信仰されたの。菩薩様ですか。地蔵菩薩はもう人々を救わないと私は如来にならないと誓ってる神様ですよね。いや、仏さんですよね。最後の最後の人まで救うという。もうだから慈悲深い仏さんなんですね。その、として信仰されたから、雨の小屋の御子様は慈悲の神様として信仰された。そうすると伝教大師が、己を忘れ、他を利する、これ慈悲の心なりと言ってるわけね。自分を忘れて、他のためにお役に立っていく、それが慈悲の心ですよと言ってるわけ。そういう心は今なくなってるわけね。自分のために頑張らな、損や。違うよ。自分が幸せになるためには、他に喜んでもらうことが一番幸せになるんですよって昔から言われてるわけね。そうですね。やっぱり皆様がね、幸せだと自分も嬉しくなりますし、皆さんが笑ってるとね、自分も笑顔になりますし。そうだね。まあ、それはね、ほんと難しくてね、人間はそうありたいと思ってやるんですけども、悪いことにだんだん染まっていくわけですね。悪いことに染まって、地獄の一丁目までできたら今度閻魔大王がおるわけさ。あれだけ言ったのにこんなとこ行けたが、もう最後の最後、悔い改めって言ってる閻魔大王さんは、実は、地蔵菩薩さんなんです。で、地蔵菩薩さんの優しい表情が、地蔵菩薩で、そして、厳しい表情が閻魔大王。イコールなんですよ。イコールなんですね。そうなんですよ。悪い、怖いだけではなくて、慈悲の慈というのはお父さんのような厳しい愛情。慈悲の悲のはお母さんのような優しい愛情。今逆やけどね。お母さんのような厳しい愛情ってこうで、その二つの愛情があったら理想的だよというわけよね。だけどそんなどちらもないのが多いけどね。我々も反省ばっかり。愛のある、しっかりっていうね。愛とか愛ね、言うけども、あれはまあ西洋的やね。昔は日本人は慈悲、思いやりの心、助ける心、それを慈悲と言うたの。その慈悲の神様が、ここの平岡神社なの。で、これをすることによって自分の内なる魂が磨かれていくわけね。磨かれて神さんに近づいていくわけ。それをやったのが、その、お釈迦さんなの。磨いて何百回も輪廻転生を繰り返して、魂を磨き上げて、最後に仏さんになったわけね。悟りを開いたわけね。みんなそういう、仏さん、神さんになる、性質があるんだけども、努力が足りんだけやからね。努力してまいりたいと。努力しかないわけや。でも努力するときにやはりね、神社に来ると、まずはもうね、二礼二拍手とか、ありますけれども、そういうお作法とかも何か意味があるんですか？二礼二拍手というのは、これ感謝と喜びの表現なんですよ。感謝と喜びの、昔はね、我々小さい時みんな教えられたわ。今でも神職は、伊勢行ったら、食事するときには、いっぱい一拍手をいただきますと言っていただいてるわけ。これなんでなの？これは感謝と喜び、食事ができる。できない時がいっぱいあって、餓死した時代がいっぱいあった。三度食べられる、こんなありがたいことがないことで、盾と喜びの表現、盾の喜びの表現は、盾の喜びと感謝の表現は、お辞儀をすること。お辞儀をする。それから横の感謝と喜びの表現は、手を打つこと。で、それを丁寧にしたのが、二礼、二拍手、一礼なの。神さんの拝礼なの。だから、それをね、感謝と喜びの表現を表すために、二礼二拍手をきっちりするわけね。それが日本の礼儀作法なの。食事のマナーなの。今、これだけでも美しいですよ。いただきます。これは仏教が入ってきて手は叩かない風習なんだけども。日本民族は古来から、いっ
一拍手いただきますなのね。だから、日本の古いことを勉強したら新しい発見があるわけね。はい。ね、こう食事の仕方も変わりますね。そう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 。意味を知って行うと、また違う食事になります。昔はみんな座礼だったわけ。背筋を伸ばして、そして、感謝しながらいただく。食事の、他の生命のね、食事は他の生命の命やね、犠牲になった他の生命の命を、自分の、魂に取り継ぐ。これが橋なんですよ。はい。橋というのは、他の生命の命を自分の命に取り継ぐのが橋なんです。だから橋というのは何かわからない、存在に対して我々と繋がっているのが川の橋なんです。はい。柱というのは天の神様がやってきて我々に恩恵をこう持ってくれるというのが柱です。柱。橋という、はい、漢字抜きにした橋というのは不思議なものという意味があるわけですね。それに一つ一つの漢字を当てはめていくだけでね。いろんなね、意味がやっぱりあるんですね。そういう意味があるということを。だから神話を読んだら、スサノオノミコトが、出雲の国で川から橋が流れてきた。はい。ほんな橋は何や。橋は、あの文化は日本と朝鮮半島とベトナムと中国ですよとかね。そういう古代の文化、交流圏がね、わかるしね。はい。そうそう、橋でいただく米の文化、食生活、はい、和食が原点だ。我々米を食べなあかん、ね。はい。米は、心気力の気というのは米、本当は米が入ってるわけね。はい、それを省力やってペケやってるからダメになってしまう。そうですね。やっぱ米。そう、米。米を食べたら心気、元気がいただけるんだ、ということね。はい、もうね、今ね、やっぱ心気がね。そう。必要ですよね。そうなの。心気がだんだん年取っていったら枯れていく。これが汚れでしょ、はい、昔はすぐ病院行くとか、そんなんなくて病院もないわ。昔は神様のいる山へ入る。で、山へ入ってお祭りをする。そして神様の気をいただいて、弱った枯れた木を元の木に返す。これが元気なんですよね。はい、元気。だからみんな元気で使ってるけども、体にいただいてる神様の気を元に蘇らせるのが元気なんですよね。元の木に帰らせる。はい、これが昔は神様の森に入って、はい、空気が違いますね。そう、蘇らせたわけ。それだけの神気が、はい、神社には漂ってるわけね。そうですね。だから森がなかったらあかんわけね。はい、平岡神社様の空気がね、もう違いますから、ぜひ神気をね、自分の中の気を蘇らせいつまでも元気で若々しいね。ありがとうございます。浜野さんは。ぼやかしてください。はい、もうね、話がもう尽きないんですけれども、時間が参りまして、はい。今ね、やっぱりね、皆さん、ちょっとね、悲しい気がね、ちょっと似てる、方もね、結構、世界中にいらっしゃると思いますのでですね、もう今回、平岡神社様の中東宮司様にね、大きな声で、笑いをお届けしまして、その後ですね、母の皆様からいただいた動画をですね、ぜひエンディングで皆様にお届けしたいと思いますので。はい。そしたらね、携帯でね、平岡神社笑い信じてやったら何歩でも笑いが動画で出てくるからね、それ見て笑ってくださいね。ほんじゃ笑い方の一番基本なのはね、素晴らしいのは、福の神、狂言福の神があってね、そこに、福の神大黒さんの笑いが出てくる。どんな笑いかよね。とこういう笑いが出てくるの。なるほど。はい。だからそれは腹の底から精一杯もう喜びに満ち溢れてるということじゃないだからね。そうですね。そう。だから腹の底からもう、ありがたい、嬉しいな、なんと楽しいんだろうというふうにね、笑う。はい、一生懸命ね、笑っとかなあかんない。いずれ、
笑いようになってあの世行くとき必ず来るわけ。わしはよう笑ったなーって言って満足して向こう行かなあかんねん。行きたいですね、満足して。では皆様、ぜひ、中東宮司の笑いのアッハで感謝と平和の祈りをお届けしますので、ぜひ、画面の向こうから一緒に笑っていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。手を叩くのも喜びの表現なんですよ。ああ
あ
あ